開発部の田村です。L507Z 担当の児玉です。はい、広報部の小柳です。よろしくお願いします。はい、この動画では新製品となります L507Z の、紹介をしていきたいんですが、まずはこの製品の特徴について、モデル担当の児玉さんの方から説明お願いします。507Z は、従来の ODNF に代わって、このアンプの部分が、ライフスという回路に変わったというのが大きな特徴のもので、Z シリーズの最初のモデルになります。はい、それではこの新しい L507Z、こちらの特徴をですねお二人の方から、解説していただくんですが、まずは、L の 507UX-MAX 前進機との、違い、そんなところにも注目してですね、解説をお願いしたいと思います。それでは児玉さんお願いします。今回の 507Z は、ベースモデルが、L590 でして、電源部分の電源のコンデンサーが従来、4本使用したんですけれども、590と同じように8本使って電源を強化しているというところが、大きく違っています。それと、先ほども言いましたけどパワーアンプの方ですね、こちらが ODNF からライフスという、最新回路になっているというところです。そうしますと名称は L の507という、ラックスマンにとって507というのは実はトランジスタとしてはゴールデンナンバー、真空管に値しますと38番と同じような名称なんですけど、名称は507をいただいたんですが、中身に関しては、AQ アンプでありました L の 590AX-M2、それをベースにしていると、そういう理解でいいですかね。そうですね、はい、590を AB9 にしたというような感じですね。はい、じゃあそのライフスについてですね、これは田村さんの方から、はい、どういう点が ODNF と変わっているのか、そこを中心にお願いします。ODNF というのは、音楽信号を増幅する主アンプとですね、入力出力の誤差を検出して、その歪みを打ち消す信号を、主アンプに注入する、誤差検出アンプ、これの組み合わせというのがODNF なんですけども、ライフスもその概念ですね、考え方自体は、一緒です。ただし、誤差検出アンプ、それから主アンプですね、これらで使っている、トランジスタですとかFET ですね、これの極性を変わったんですね。なのでその部分アンプ部分の回路が一新したということになりますね。極性が変わった理由というのはあるんですかね。はい、そうですね。この歪みを小さくする、ノイズ歪み小さくするためにはこの誤差検出アンプの精度というのが重要なんですけども、ここで従来使っていたですね P チャンネル FET、かつては非常に GM の高いノイズの少ない、そういったものが手に入ったんですけど、10年ぐらい前ですかね、そういったものがどんどん生産中止になってしまいまして、それを補うために、GM があまり大きくない FET を、たくさんパラレルにしたりとかですね、あるいは主アンプの方の回路をいろいろと工夫したりとか、そういったところで、性能が悪化しないように何とかやってきたんですけども、その辺が限界に達しまして、これ以上ちょっとやりようがないということになりましたので、この誤差検出アンプの FET ですね。でこれが、現在でも N チャンネル側、これは性能のいいものが、手に入りますので、そこをですね極性を変えて、N チャンネルの FET を、採用したと。で、そうなりますと、その周りのトランジスタですとか、回路ですね、それも極性がひっくり返るんですね。トランジスタもひっくり返る。で、
誤差検出アンプがひっくり返ると、極性変わると、その主アンプ側ですね、こちらのトランジスタ、使用しているトランジスタなども、極性が変わるということになりまして、そういったところで大きく変わったんですね。でそれによりパワーアンプのみで比較すれば、歪みも半分以下と、ノイズも下がっているということになりました。コンデンサーだったり抵抗だったりカスタマイズしたパーツを、弊社使ってますけど、さすがに FET とかトランジスタっていうのはなかなかカスタマイズっていうのはいかないんですかね。そうですね、なかなかね、そういったところも、半導体メーカーに、お願いはしたことあるんですけど、やはりなかなか数がね、まとまらないと、難しいというところで、そうするとそういったものは、いろんな用途が広いものの中から音質クオリティが高いものを、選別してそうですね、使ってると。で今まで ODNF で使ってた FET がもう入手がしづらいということで、新しくクオリティの高い、音質クオリティが高い FET であるとかトランジスタ、そういったものに変更したと。そうですね、そういうことなんですかね。ちなみにODNF の第1号は1999年のカーのアンプで、それも児玉さんの方が最初に手がけたんですね。偶然、そうですね。偶然で今回プリメアンプに初めて搭載になったこのライフスも児玉さんが手がける、20数年間の20年以上の間を空けて、新しい増幅回路に携わることになりまして、その辺のちょっと感想というか、巡り合わせっていうんですかね。いやこれは本当にもう巡り合わせというか、たまたまそういうタイミングで当たったということでしかないですね。そういう歴史の長い中で、いろんな方が担当者がいる中で、ODNF 第1号だったりプリメアンプのライフス第1号だったりして、そういうのは不思議だなっていうのも思いました。そうですね、長くいるとこういうこともありますよね。そうですね。ライフス、増幅回路が大幅に変わったということは、理解していただけたかと思うんですけど、それ以外にも、パーツなんか使用しているパーツであるとか何か変わっている変更点っていうのはあるんですか。そうですね、先ほど説明ありましたけども、こちらに、電源のブロックコンデンサー、これは8本あるんですが、これが590、前身の507の頃とはまた新しくなりまして、新開発のものとなっております。この辺もかなり音の方ですね、力強い低域の再現につながっているかなと思いますね。その他ですと、内部でかなりたくさん使ってるんですけどもね、プリメインだと200個近く使ってるんでしょうかね。フィルムコンデンサーがあったんですけども、こちらも生産中止となってしまいまして、で現在、本当に数多くですね、試聴を繰り返して、非常に性能のいい、チップタイプなんですが、フィルムコンデンサー、こちらに全面的に置き換わっております。それはボリュームで弊社の特徴であります電子制御のアテネーター、レキュアの基板でもそういうフィルムコンデンサー、そうですね、ほぼ全ての基板で使用しているコンデンサーですね、そこが変わってますので、そういったところも、音質の、向上につながっているかなと思います。ブロックコンデンサーは見た目はほぼ変わりないかなと、今までもカスタマイズされたものでしたんで、変わってないかのように見えるんですけど、こちらも変わってる、中身が変わってる。そうですね、箔の構造とか。そうですね、中身、そうですね、箔の構造であるとか、外装の部分ですね、こういったところの材質が変わっていますね。はい、それでは中身の部分、大幅に変更になった、増幅回路、そしてコンデンサー、それから抵抗等々ございましたが、この製品の機能の面で、新しくなった部分、そういったところを、児玉さんの方から説明していただきたいと思います。
まずフロントの部分なんですけれども、このメーターとメーターの間のところにアテネーター表示、ボリュームのアテネーター表示を追加したというのが一つあります。それと、従来のヘッドフォン端子の横に小さい穴が開いていると思うんですが、4芯のヘッドフォン端子、これを追加しました。それからリアに関しては、この辺にトリガー端子、それからコントロール端子というのを追加しています。7セグのそのデシベル表示、ユーザー様からは従来のモデルから、つけてほしいと、いろいろ CD によってもう自分でポジション決めてるんだっていう方が結構いらっしゃって、ただですね、そのまま表示のしっぱなしだと、従来でついてなかったんでいらないなっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、これは表示は消せたり消せるようになってます。で、消した場合はボリュームを操作した時だけ約4秒間だけ、表示してまた消えるという機能になってます。そうするとついていても特にそのデメリットになるところはないと、いらないなという方は消しっぱなしでも。そうですね。はい。メーターのパネル内に表示があるということですよね。そうです。はい。それからそのヘッドホン端子なんですけど、通常の 6.3 ミリもあって、あえてもう一つその4芯のですね 4.4 ミリつけた理由というのは何か。従来型のヘッドフォン端子というのは3芯で、グラウンドが LR の共通になってるんですけれども、今回つけた 4.4 ファイのヘッドフォン端子というのはグラウンドが独立してまして4芯となっているんですね。それによってセパレーションが6デシほど良くなっているというのが特徴です。6デシっていうとかなりですよね。そうですね。そうすると立体感が出るというんですか、はい、そういう向上があるということで、はい、プレミアアンプにその2つのヘッドホン端子があるというのはないかとは思います、今後どうなるか分かりませんけど、多分うちが最初だと思います。なるほど。で、トリガー端子っていうのは、トリガーの出力、それから入力、はい、電源のオンオフをこれで連動させるとっていうのが分かるんですけど、このコントロール端子のインアウトっていうのはこれは何に使うか。コントロール端子というのはリモコンの操作する端子でして、例えばアンプと CD があってアンプをどっか隠してしまいたいよってなると、そうすると受講部も隠れてしまうのでアンプの操作ができなくなってしまうんですね、リモコンで。それが CD の受講部が見えていれば、そこからアンプのリモコンを操作できるという、そういう機能を持ったものです。なるほど。じゃあ外付けで新しくつけるというよりは、その CD プレイヤー、トリガー端子を持った CD プレイヤー同士 CD とプレミアアンプをつないでおけば、CD プレイヤーの受講部で操作できる範囲内であればアンプの方も音量アップダウンとかできると。そうですね。 CD の受講部が CD の受講部でありアンプの受講部でもありっていう兼用することができるというものです。なるほど。そうですね。現状では507が初めてですね。これしか今のところ弊社でないんですけれども、将来的には先ほど言いましたけれども、CD プレイヤーだったり他のセットにもこのコントロール端子がついていくということになりますね。あとはその別添えでその受講部ユニットみたいのをここにつけて出す可能性もある。将来的には何か別のユニットですね、用意しまして、そのユニットと、何か、スマートフォンであったり、タブレットですね、そういったものと何か無線通信ですね、Bluetooth であったり Wi-Fi かもしれませんけども、そういったところで、コントロールできるようなユニットというものを、将来的には考えております。それ以外で何か田村さんの方で変わっている部分とか、そうですね、回路の方にもあるんですけども、フォノイコライザー MMMC 対応、ついているんですが、こちらのですね回路入力部分の FET をですね、従来シングルだったのを2パラにしまして、よりフォノの再生もクオリティアップするようになっております。なるほ
じゃあ見えやすいところではないですけど、アナログを再生するときにより充実してプレミアアンプでアナログ再生ができるということですかね。そうですね。はい。はい、それではですね、実際製品が完成に近づいて、最終的に音を詰めていく、音を決めていく、その際にですね、使用するソフト、どういった点を中心に、音決めをしていくのか、そういったところも交えてですね、お一人ずつ紹介していただきたいんですけど。はい、CD はエリー・アーメリングという CD を使ってます。でこの CD はもう20年以上ですかね、この曲よく使ってます。音の余韻ですとか情報量ですとか、そういうのを、確認するには非常に適した CD だと思っております。もう20年ぐらい、そうですね、多分長く使ってますね。引き継がれてきたような、そういうソフトですよね。はい。田村さんの方一曲1枚ですね、ご紹介いただきます。そうですね。こちらはポップスになりますけれども、ダイドと言いますね。これ女性ボーカルですけどね。こちらなんかも開発の時には音確認用に使っておりますね。ボーカルが力を入れてる感じではない、力の抜けたボーカルがちょっとスピーカーのちょっと後ろぐらいからポッと出てくるようなイメージでしょうかね。そういったように聞こえるように調整していくという時に使うソフトですね。実際にはたくさんの膨大な曲をね、書けるかと思います。これは代表するものとして、お二人が一つ一枚、どれぐらい聴いているかっていうかね、何千回でしょうかね。頭の部分だけでも繰り返し聞いて、その度にいろいろ詰めていくと、そういう際に使っているソフトと、そうですね、いうことですかね。はい。はい、それではこの L507Z、この製品のおすすめポイントであるとか、開発中のちょっと裏話的なものでも結構ですんで、お一人ずつですねお話しいただきたいと思います。設計するにあたって部品がどんどん小さくなって、その辺が結構苦労しましたね。リード付きの部品がどんどん世の中からなくなっていって、どんどん小さいチップに変わっていくというのが、非常に厳しくなってきたな。これからの設計は本当に若くないと厳しいなというのは実感してあります。視力の問題で。そうだね。見えないと。見えないよね。もう虫眼鏡使って、特にダイオードとか曲線のあるものは本当に苦労します。なるほど。それ以外に ODNF とライフス、初めての製品にそれぞれ携わったんですけど、それに関してライフスに代わって何か印象とかありますか？シミュレーションではうまくいってたようなんですけれども、実際新しく回路になって、多分動いたとしても、いろんな問題出てくるだろうと予想してたんですけれども、最初はやっぱりすんなりとは動かなかったんですが、動くようになってからは意外とシミュレーションが意外としっかりやってたせいか、思ったほど苦労しなかったというか、うまくいきました。はい。なるほど。それでは田村さん。はい。そうですね。今回 507Z やっぱり一番大きいポイントとしてはやはりライフスになったというところですね。第1弾モデルとしては M10X があったんですけども、私はそちらの方の音体ですね、そちらにも関わりまして、で、実際507と、ちょっとかぶることになったので、かなりちょっと507の時間が取れなくて、苦労しましたけれども、M10X でいろいろと検討した、その本体の内容ですね、それをこちらの507にうまく盛り込むことで、短い時間の中でもかなり
完成度高く、仕上げられたかなと思っております。うん、実際そうですね、従来機と比べましてもですね、やはりこの歪みが少なくなった、ノイズも少なくなったというところですね。やはり、なんていうんですね、音の実在感、リアリティが本当に、従来機から、格段にアップしたかなと、思っておりますね。そういったところもぜひ、皆さんに聞いていただきたいなと思っております。はいはい、この新しい L507Z、今まで動画の中でも、ご説明させていただきましたように、内部に関しては、新しい、増幅エンジンでありますライフス、それから数々の新しい機能を盛り込んだ非常に魅力的な、製品となっております。お店様の方でも、展示機種として、たくさんのお店様で導入していただいてますので、ぜひですね実際にですねお店様の方でご体感いただきたいと思っております。それではご視聴ありがとうございました。